こんちは。4G を自由にプレイ、パート13です。今回は旧データの方で撮影しているよ。こっちの発掘を使おうと思ってね。サムネにある通り、発掘の太刀を使います。こちらの刀人ですね。見た目は青発光だ。ビジュアルは最高だね。刀人は発掘中でも一番純日本刀然としてると思う。刀好きにはたまらないよな。元武器が氷属性なんで、やっぱり青が一番合いますね。そして、性能の方も一級品です。切れ味以外は全て最高クラスのゴール級ですね。言うて白長爆破だから最高火力ではないが、強力な武器なのは間違いないね。で、こいつに関してはもともと装備を組んであった。こんな感じの技物切りが地火力特化。お守りは通撃6攻撃13を使ってますね。スロなしですが、かなり強力なお守りです。攻撃超なところが昔を思い出させますよね。火力盛りといえば攻撃なイメージでした。久々にこいつを振るっていこう。さて、どこまでやれるかな。やるのはもちろんこちらです。装備からしてラー用に組んだものでしたから。タチで136以降をプレイしたことはほぼないね。極限とはあんま相性良くないからな。特に今回は心眼を積んでいませんからね。極限中の投機効果とかどうしのげばいいのか。ものは試しだ。とにかくやってみよう。もしかしたら火力盛りが生きるかもしれん。よしやっていこう。石は進撃と対象にしているぞ。手数武器用の鉄板構成ですね。対象のダメージ軽減効果もだいぶは手にしています。進撃を少しでも持たせるためにインして使ってますが、先に発見されちゃいましたね。エリア端まで無駄にするよりマシさ。最初は進撃の時間内での解除を目指そう。まずは色とか気にせずにとにかく攻撃あるのみです。連機の色はモーション値には影響しないはずなので。通常時ですら後ろ足を殴らないようにするのが難しい。ラーを追う形だとうまくいかないな。この場合は鬼陣切りから入るのが安全そうだ。ゲージ残量にも注意が必要だけど。鬼陣切りばっかり使ってるとゲージが枯渇してチャンスに大回転だけ不発とかありますからね。隙はあるのにゲージがないのが一番しょうもないので、常に回収を念頭に置かないといけません。タチはとにかく管理する要素が多い。ズラークほどの縛りは感じないけど。そこが可愛いところでもあるんですがね。言うても攻撃当てるだけなら苦労しません。よし、とりあえず最初の解除はもらった。ラージャンの行動に救われたね。進撃の効果時間にも少し余裕がありましたね。初動は順調と言えるでしょう。ただ、問題はここからです。ラージャンは最初の2回まではすぐに解除できるので。今回は落とし穴を持ち込んでみた。こいつで色回収しちゃおうかなの作戦。仕掛けるのにもリスクがありますが、怒り中じゃないとはまらないので優先して使います。この装備、防御力はすで800近くありますからね。少しだけなら無理が効きます。あと、今後歌いがついてるのも地味に偉い。リアクション次第で追撃食らわないことも多いからな。今後歌いなしも起き上がりを延長することはできますが、基本はすぐ次の行動に移った方が安全ですね。ローリングです。これは誘導するチャンス。よーし、見事にホールインワンだ。ラーに落とし穴使うのも久しぶりだぜ。手数武器は効果中、背中を狙うんですよね。マルチで使いまくったので体が覚えています。おっと、今になって怒りが解けてるな。いい時に引っかかってくれた。2回目の色上げ、間に合うか。無情にも脱出に重なってしまいました。若干、大回転の入力が遅かったですかね。どうだろうな。多少早くても当たってなさそうだったが。タチに限らないけど、一撃のヒットストップでかいから、入力の受付が意外に遅れるんだよな。こうなったら取り戻すしかありません。ローリングの後隙に入れていきます。よし、なんとか回収は完了した。とりあえず、基本は黄色ゲージで立ち回っていこう。あとは、手数を抑えめにして慎重にだな。この装備、回避性能も積んでないから。全部フレーム回避するのは無謀ですからね。足を攻撃して転倒を狙いましょう。早速ダウンが取れたな。さすが火力全振りなだけはある。TA みたいなスキルですもんね。メインデータでは使わないような構成してます。いつもは心眼と回避性能でごまかしてるところですが、頼れるのは火力のみです。この武器、物理火力はネポスマデュラの上位互換だ。まあまあいいダメージ出てそうだね。逆にダラたちの優秀さを再認識します。倍率並んでますし。ここで最強が来たか。焦らず対象を解いて対抗だ。ちょうど投機効果も解けてくれましたね。この状態なら進撃なしでも問題ありません。
あとはどれだけ後スキをもらえるか。デンプシーだけやめてもらえれば最悪いいです。デンプシーは本当に付け入る隙がないからな。地形次第では尻尾を狙えたりするけど。あとはボディープレスも厄介だが、硬化してなければギリありだな。この高速攻撃が一番ありがたいかもしれませんね。効果によらず尻尾が安定して殴れます。ちょうど尻尾だけ差し出す形になるんだよねこれ。鬼人斬りもうまく吸ってくれる。硬化してなければそのまま腕も狙えるな。これをなるべく連発してほしいところだ。ラーは基本確定行動の隙がチャンスなんですが、硬化しちゃうと有効打を与えづらいんですよね。腕に弾かれるとどこからでも被弾リスクあるので、下手に殴る方が危険です。踏み込み切りくらいしかやることなくなるんだよね。鬼人斬りは弾かれないけどダメージは出ないし。隙も出始めで弾かれやすいですからね。鬼人斬りが弾かれると悲しい気持ちになるな。ゲージ消費してこれかよ。たちはとにかく立ち回りが窮屈です。横に広い攻撃範囲があらになってます。横方向へのリーチは太刀の強みのはずなのに、弾かれの仕様が全てを台無しにしてくるぜ。いつも言ってるが、極限は強制弾かれだけなくしてくれ。それだけで、体験以外がみんな輝ける。あと属性全カットも緩和をお願いします。100% 通せとは言いませんので。くっそ、スイッチ2で HD 版来ねえかな。3DS のクラシックスでもいいからさ。HD 版が来たとしてテこ入れ入るかは微妙ですけどね。エンコンの根幹にも一部関わることだし。とはいえ、4G はオンライン自体が完全に終わってるので、トライ G やダブルクロスとはちょっと状況が違いそうですけどね。いろいろ妄想だけは膨らむんだよな。スイッチ2上部の USB-C が我々の希望だ。あ、ここで移動ですね。ちょうど対象が切れたタイミングでした。よかった、進撃使う前で。じゃあ追いかけましょうかね。進撃使ってエリチェンしてきたよ。まだまだ後半戦とは言えないが。とりあえず、さっさと解除したいですね。黄色も残り時間少ないですし。ほんとだね、さっきあげたばっかと思ったが、所詮は4分半だけの強化だもんな。ゲージも管理しつつ色も管理と、いろいろと大変な武器だぜ。色はトライ仕様でも面白かったと思いますね。黄色止めと赤上げ、メリハリある運用でした。あの頃、黄色までは色が永続したんだよな。ゲージマックスだと一定時間減らない仕様もあった。しかも赤状態も大回転のたびにリセットできますからね。4K よりははるかに強力でした。その代わりモーション値はだいぶ落とされてたけどな。赤以外では過去作より弱体化だ。なんか、モンハンらしい調整ですね。大回転はかっこいいけど。ここで解除できました。最極1回目くらいならまだ余裕です。と思ったら、ゲージ不足で大回転出なかった。ゲージ点滅してなかったっけ？見返したら、コンボ途中で点滅が切れてました。ゲージ、マックス近くまであったんですけど。どんだけシビアな調整なんだよ。チャンスのタイミングすら計算しないといけないのか。ああ、ダメージ食らっちゃいましたか。無理な大回転はできなくなりましたね。赤まで上げるチャンスはあと1回が限度でしょう。ビームでも連発してくれれば。マジで来た。これは風吹いてる。おいマジかよ。どんなタイミングでこけとんねんこいつ。風は風でも向かい風でしたか。無情にも色が元に戻っちゃいました。せっかくラーの行動が出れ気味だったのに、数々の仕様に嫌われちゃいましたね。これでまた白上げからのリスタートだ。しゃあない。たちはこういう武器だからな。しかし、早速チャンスが来ましたよ。今度はゲージ状況も大丈夫そうです。いいか、こけるなよ。絶対だからな。なんでそんなフラグ立てるのかわかりませんが、無事に色は回収できましたね。できればすぐ黄色まで上げたいところなんですが、火怒りだとちょっと難しそうです。怒り以降で簡単に抜けられちゃうからね。しばらくはゲージ回収だけして立ち回ろうかな。うまいこと、壁際でダウンでも取れりゃ楽なんだがね。そのまま怒り以降すれば、後隙無視できるし。たちであっても、やはり腕ひるみのダウンが重要ですね。今回一つ学んだことです。で、今のダウン、大回転当てられたんじゃないすか。途中のコンボは当たらないでしょうけど。位置的に届くか怪しいって思っちゃった。ちょっと日和すぎたかな。なんかここの判断、後々引きずりそう。数分間の火力に関わるわけだもんな。白と黄色の補正差って 5% でしたっけね。元の攻撃力が高いので結構影響大きそう。またすぐチャンスが来ればいいですが。うげえ、もう最局かよ。この辺からかなり早く感じるな。体験以外だとどっと疲れますねこの光景。1回解除するのも大変なので。極限は3回目以降からかなり厳しくなってきます。
解除できないし、すぐ復活するし。それでも乗り切るしかないんだけどね。石の時間の管理だけ気をつけよう。さっきの極限を解除できないまま、2エリアまたいできました。エリア3にいなかったからわざわざ戻ってきたよ。こういう時間稼ぎは NG。時間が空いたせいで色々切れかけだよ。ゲージもないし、白の残りも怪しい。こういうのを見るたびに体験の強さを再認識します。強化状態がない武器が一番強いって。強化状態って基本は立ち回りを縛るだけだからね。それを維持しなきゃいけないんだからさ。余計な縛りがない近接の武器種って 4G だと体験区片手くらいじゃないか。極限の存在がさらにそれを後押ししていますね。そもそも時間性との相性が悪いです。ただ一応言っとくと、スラークやランス系も強化状態らしいものはないですよ。あ、そうだね。なんかごめん。よし、スラークとランスの話へ見ようぜ。スイッチ2の話でもしようよ。急な話題転換すぎて逆に怪しいですけど、確かにこれ以上は余計ですね。この動画が上がるのは13日なので、第2回の応募締め切りの前日になりますね。我々はもちろん第1回落選だったよ。自動で第2回に応募してくれるって優しいね。見てくれてるみんなはどうだったかな。何、当選者がいても恨んだりしないよ。逆に圧を感じますけど、それにまだ諦めるのは早いですよ。そもそも任天堂ストアの当選率2割らしいので、相当数は落ちてるはずですから。なんか多言語版はたくさん当たったらしいね。使わない機能にプラス2万は出せないが。4月下旬からいろんな情報戦があって、みんなやっぱ欲しいんだなって思ってる。なんとか発売日に入手したいですよね。初代スイッチからそのまま移行できるし。純粋にマリオカートやりたいです。映像を見てるだけで超楽しそう。実は別店舗でプロコンだけ注文できてんだよ。コントローラーだけ眺めてるの辛すぎるぞ。こういう人結構いそうですけどね。周辺機器だけ充実して本体わからないって。そういや、毎人ではプロコン2品切れらしいです。とりあえず確保できたのは良かった。あとは本当に本体だけって感じだね。頼むぞ、6月にやみたくねえよ。自動で応募してるので当然ですが、我々は第2回もマリカセットで貫きます。こういう時は一番欲しいものを貫くのが一番です。他で外れたら超後悔しそうだし。運命の日は5月20日か。その後も動画上がってたら当たったと思ってくれ。いや、動画は当落に関係なく上げてください。モンハンには今のところ関係ないんだから。言われてみれば確かにな。モンハンがロンチで来るわけじゃないんだったわ。ところで、このラージャンはいつ極限解けるんだ。相当長いことやってるけど。差し込めるところは割と攻撃できてる気がしますが、いよいよ解除が大変になってきましたね。冬季効果時に対象だと全然無理ができないので、ちまちまやるしかありません。とうとう白も切れてしまった。初動、あんなに早く黄色まで回収できたのに。まあ、あれは落とし穴込みでしたから、極限中の維持とはわけが違いますよ。とりあえず解除しないとどうにもできません。やっと解除だ。そしてここは大回転のチャンス。ですね、うまく入るでしょうか。反撃は受けたものの、大回転は当たりました。最低限はクリアですね。一色取るだけで毎回このリスク背負ってるよ。どんだけ業が深いんだこの武器は。よーし、ここからは消耗戦だ。回復が尽きない程度に攻めるぞ。ちょっと大胆めに行きましょうか。オツだけはしないように。あれから数分、当然のごとくまた極限化しています。全然終わらねえ。あんだけ火力スキル積んでこれか。後半は結構攻め攻めにしたつもりなんだが、やはり色々足りてないのか。今回、密かに20分以内の討伐を狙ってましたが、ちょっと届かなさそうですね。おっと、エリチェンが来たぞ。これは休眠入ったんじゃないか。今で19分半くらい、20分は超えちゃいそうですね。では、少し待って突入しましょう。すまん、全然休眠なんかしてなかった。軽く絶望してるんだな。完全に寝る流れだと思ったんですが、普通に動いてますね。そして、このタイミングで色がリセットされていきます。ワットニュースは重なるもんです。おい嘘だろ、ここまでかかるとは予想外だった。そんなに立ちが下手なのか私は。タイムについてはエリチェンロスが大きいですが、交戦時間もそれなりに長くなってますね。あれ、終わった。これもしかしてエリアインが早すぎただけか。いや、いつもと同じくらい待ってましたよ。純粋にギリギリ瀕死ライン外だったんでしょう。
なんだかんだ20分半では終わったので、こんなもんじゃないですか。いやー、しかし後半は苦しかった。じゃ、憩いの報酬タイム行ってみよう。あちゃー、まさかの武器なしです。希望すらなし。まあ別にいいんだけどさ、一喜一憂くらいさせてくれ。というわけで、同人を担ぐ回でした。近年稀に見る火力盛りでしたけど、正直あんまり変わりませんでしたね。心眼と性能なしはちょっときつかったです。心なしか手数が減ってた気がします。火力特化構成は初期マルチ環境を思い出すね。あの頃はとにかく火力を盛る風潮があった。我々がその思考から抜けたのはここ数年だ。旧データ仕様とでも言うべきだろう。しかし、同人の見た目はガチでかっこよかったです。ガチの王道って感じ。だね、これランナーで惚れたんだよな確か。見た目は完璧。他のデータにもギルクへ配布したりしますか？ガチは見てるだけで楽しいので。そうだな、そこは枠と相談だ。ほいじゃ、次の動画で。またね。